こんにちは、工芸てっちゃんです。今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはこちら。PB の新しいグリップのドライバー、スイスグリップエボです。PB と言いますとね、このようなクラシックグリップ、そしてマルチクラフト、そしてスイスグリップと、今までね、このような3種類のグリップがありました。今回このスイスグリップが今後このスイスグリップエボに変わっていくということでですね、今日はこちらのスイスグリップエボの特徴をいつものようにポイント3つでご紹介します。まず1つ目はグリップの形状が変わりました。はい、これがね今までのスイスグリップ、そしてこちらスイスグリップエボ、同じマイナスの4番なんですけども、ちょっとグリップも太くなった感じしますよね。はい、こんな感じ。はい、そして、ここですね。今までのこちらね、スイスグリップは丸です。丸ですよね。でもこちらちょっと三角っぽくなってるんですよ。ね、三角、丸に近い三角。ね、はい、これですね、人間の手がこう握るとですね、中がこう三角状になるということで、人間工学に基づいてこのように握った時にしっくり握りやすい形状ということで、このようなね、三角っぽいような形状になっています。握り方はですね、人それぞれありますので、実際に使う握り方で握った時にしっくりくるかどうか、これはね店頭で確かめていただきたいのですが、今回ですねスイスグリップエボはこのように握った時に握りやすい三角形状になっているということなんですね。で、この形状にすることによってですね、従来のこのスイスグリップでトルクをかけるよりも 25% 増しでトルクをかけられるということなんですね。はい、実際にですね PB さんからトルクを測る、デモンストレーションのね測定機器をお借りしましたので、そちらで試してみたいと思います。はい、PB さんからね、こちらデモ機をお借りしました。こちらのですねデモ機を使ってそれぞれのグリップのドライバーでねどれくらいのトルクがかけられるのか、そしてね、どれくらいのトルクの差があるのかというのを、これでね、試してみたいと思います。はい、こちらね、4種類あります。こちらがクラシックタイプのグリップですね。そして、マルチクラフト、そして、こちらがスイスグリップ、そしてこれがね、新しく出ましたスイスグリップエボということです。はい、早速やってみたいと思います。まずこちら、はい、クラシックグリップで締めてみます。どれくらいになるかね。ちょっと体勢が悪いのでね、しっかり力がかけられるか。はい、こんな感じですね。そしてこちらマルチクラフトで、はい、こんな感じです。そしてこちらスイスグリップですね。よし、はい、こちらスイスグリップ。はい、そして最後、こちらがスイスグリップエボです。はい、こんな感じでね、明らかに差がね出ますよね。はい、これくらいですね差が出るということなんですね。はい、いかがでしたでしょうかね。体勢が悪いのでなかなかねしっかりトルクをかけられなかったんですけども、それでもねスイスグリップエボの方がしっかりトルクをかけられたというのが数値で見れたんじゃないでしょうかね。そしてポイント2つ目は新素材を使った3層構造になっているということです。ちょっとカットモデルがないのでね、お見せできないんですけども、メーカーさんからお借りしました画像をご覧ください。はい、一番真ん中のね第1コアと呼ばれているところ、これ黒い材質になってるんですが、はい、ここが、ドライバーのね軸をしっかりシャンクを固定するのと同時に、振動とかね、衝撃何かを吸収してくれる素材になっています。そしてその周りを、薄い
第2コアということで、覆っているんですけども、これがですねまたちょっと硬い材質になってまして、第1コアと第2コアがですね、しっかり噛み込むことによって、衝撃を吸収して、しっかりトルクを伝えられるという構造になっているわけですね。そして周りのこのオレンジというかね、赤色のグリップになってます。でこれがですね今回今までのスイスグリップと素材がね変わっているんですよ。はい、なかなかこれカメラでね素材の違いがお伝えできるかどうかわからないんですけど、色味もちょっと違いますよね。でね滑りもね滑りにくくなってるんですよ、このねスイスグリップエボの方が。素材の材質まではねちょっとごめんなさい、僕よくわからないんですけれども、今までよりも、石油溶剤系オイルとかねグリスにも強くなっているということなので、汚れてもね、パーツクリーナーで洗っていただいても全然問題ないということなんですよ。これわかりますかね。はい、ちょっとね違うんです。あとここのロゴの印刷も変わってます。ロゴの印刷も剥げにくくなってます。これねだんだん薄くなっちゃうんですけども、今回ねこちら剥げにくくなってます。その代わりこのバーコード印刷、これはね今までよりもなんか剥げやすくなってます。これは使う方にはあまり関係ないかと思うんですけれども、はい、このねこちらのブランドとこの品番ですね、ここはインクも変えて剥げにくくなっているということです。はい、ということでポイント2つ目は新素材を使った3層構造でねしっかりトルクを伝達できるようになっているということです。それとおまけ言っとこうかな。はい、こちらグリップエンドですね。グリップエンドはこの色でですね、はい、先端の、形状をこう識別できるようになっているんですけれども、今回このようにこう2番と品番じゃなくてこのように数字になってます。ですからなんか回した時のね回し代がなんかちょっと目印っぽくなってね、いいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、これはおまけですね。はい、そして最後ポイント3つ目は環境問題に取り組んでいる PB さんらしく、環境に優しいドライバーということです。再生素材をですね 60% 以上使っている、ドライバーになります。で特にですねここの黒いところ、先ほど3層構造を言いましたけれども、第1コアに使われている樹脂ですね、これはオーシャンプラスチックを使っています。オーシャンプラスチックというのは、海岸線から50キロ以内で出ますプラスチック、そのまま放置しておきますと海に流れて海洋ゴミとなってしまう、そんなプラスチックをね再生利用しているということなんですね。PB はですね会社でも化石燃料を使わないようにしたりとか、水を節約する設備を入れて、水を節約したりとか、非常にですね環境問題にも積極的に取り組んでいる会社なんですね。そんな会社が作った環境にも優しいドライバーということもね、ご理解いただいて使っていただきたいなということでポイント3つ目に挙げさせていただきました。はい、最初にも申し上げました、スイスグリップ、これがね、順次このスイスグリップエボに変わっていくんですけどもね、いろいろな製品が今ね一生懸命 PB さんの方でね、生産されております。順次日本にも入荷しますし、代表的なものは、入っておりますが、まだね品薄だったり、不安定になっておりますので、ない場合はね少しお待ちいただくかもしれませんけども、ぜひねこちらスイスグリップエボも使っていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは PB のスイスグリップエボでした。